아마? 뭐라? 아직. 하지마. 알아? 오, 진짜 한국.編集をします。ドクター G のブラックスナイルアンプル美容液です。前日の夜にしっとりめ結構保湿される系のパックを使って、朝とかまだパックのあれ残ってるなって感じやったら、化粧水3回やってアンプルをして日焼け止め塗ることも多いです。なんか朝にね、保湿を大量にしすぎてもメイク崩れる時あるから、こんな感じですると結構いいです。大体私は化粧しやんかったら8時過ぎぐらいまで寝て、化粧する日は7時半ぐらいに起きます。それでもう授業開始に同時に作って感じで、私は1級から4級までずっと午前授業やったから、9時から1時までの4時間毎日勉強するって感じです。で、学校でどんな授業をってたまに聞いてもらうんですけど、私の学校はてか語学堂は大体どこもそうやと思うんですけど、読み取り、書き取り、リスニング、会話全部学びます。まんべんなく学ぶかも。結構どれが一番とかない。もうメイクも遊びに行くわけじゃないから、適当にもうパワーっとメイクやってるなっていうぐらいで済ませます。今日は学校が終わったら、私前の学期で香港の友達ができたんですけど、その子とご飯をちょっと食べて帰ってきて編集したりっていう、普通の一日です。韓国留学生ってこんな感じだよなって感じで見てくれたら嬉しいです。ちょっと起きてきたかも。おはようございますおはようございます。ロムアンドのグラッシングミルティングバームの12番です。これめっちゃ可愛いこの色。準備は完成です。めっちゃお腹空いたけど食べる時間がないので、一旦学校に行きます。行ってきます。수업 자료가 한글은 자, 그럼 여러분 혹시 이제 뭐 저기 화장 나가셔서 쉬셔도 돼요? 수업 끝. 좀 그렇지. 오늘도 열심히 했어. 나는 마지막 학생 식당. 마지막. 너무 많은데 괜찮아 이거? 너무 많은데? 여기에 따뜻해. 한 사람 이게 좋다.
이제 한국 잘 먹겠습니다. 너무 큰데 이거. 짜란. 아 이거 맛있다. 뭔가 과자 같아 과자. 맞아? 응. 언제까지 있는지 몰라? 언니가? 아니? 연장. 계속? 아니 다음 학기 여기 있어? 아마도? 아마? 몰라? 아직 아니야 안 매울까? 안 매운데? 근데 한국에 와서 매운 거 먹을 수 있게 됐어. 왜 하나도 못 먹어? 근데 진짜 홍콩 가고 먹고 싶어. 진짜로? 안 매워져. 왜? 디즈니랜드 있지? 네 외국인 친구 있으면 해외여행 갈 때 너무 좋네. 너무 좋지 않아? 너무 좋지. 일본에 오면 내가 안내할게. 진짜로? 갈 거야 오늘은 열심히 했습니다. 너무 예쁘다. 1년 동안 이 기온이라면 너무 좋은데. 너무 좋지 않아? 겨울 없고 여름에 없고. 네? 여기야? 사쿠라 맞아. Hello, welcome to Have a nice day. 춤을 추고 있어.掃除します。一旦学校帰ってきたら洗濯物回したりちょっとだけ掃除したり一旦ちょっと部屋をきれいにして編集することが多いです。朝さこういうのを片付けてる時間がないのでじゃあ見てコンタクトの入れ歯もこのままいってただからこういうのを片付けます。おパンチュ編集をします。なんかね、私の性格的に私いつも金曜日の7時半に動画を上げるように決めてるんですけど、私の性格的にこう1日でバーってやるよりこう毎日ちょっとずつやった方が自分の性格に合ってるから毎日コツコツやるようにしてます。けどね、なんか毎日コツコツやるようにはしてるんですけど、気づいたらなんか編集が溜まってて木曜日の夜バーって仕上げることとかも結構多いです。このマウスかわいい、ウィグルウィグルのやつです。これとねセットでゲットしたやつです。一旦いい感じのところまで進みました。編集ってそんな時間かかんのって感じなんですけど、たまにねどんぐらい編集に時間かかりますかっていう質問をもらうんですけど、ほんまに動画によってバラバラでめっちゃ時間かかるやつとかもあれば比較的簡単に編集が終わるものもあるし、なんていうのかな、私 YouTube だけをしてるわけじゃないやん。こう TikTok したりインスタしたりっていろんなね SNS をしてるんですけど、
TikTok とかリールとかショーツとかに載せてるこう縦の動画あるじゃん。あれも全部自分で撮って作ったり、こうなんかタイトル考えたりしてて、そうだからなんかそういうのもしたりしてると YouTube の動画1本作るだけやったら実際そんなにめちゃめちゃ時間がかかるとかいうわけじゃないんですけど、あれもこれもしようってなるといつの間にか時間が経っているっていう感じですね。だからね、こう TikTok とかインスタとかもうなんかショーツとかも何でも全部そうやけど、本当に皆様見てくれてありがとうございます。もうほんまに感謝してるし、この感謝をいつか直接伝えたいなって思う。よくね、韓国に遊びに来た女の子とかが声をかけてくれるねんけど、なんかもうそのためにもギューってしたくなるし、たまにギューってするんですけど会ったことないアムズちゃんたちにもいつか絶対会いたいなって思います。ほんまに思うかも。なんか夜ご飯を作ります。オムライスとコンソメスープを今日は作ろうと思います。学校のある日は外食も多いし、あとは簡単に作れるもの、オムライスとかサーモンアボカド丼とか焼肉丼とか、そういうご飯とおかずが一緒になってるものを作ることが多いです。最近はネットフリックスの「涙の女王」っていう韓国ドラマにめちゃめちゃハマってます。じゃじゃじゃん、宿題をしたいと思います。今日の宿題はちゃちゃーっと終わらせます。めっちゃ基本情報なんですけど、私韓国の大学に留学をしてるんじゃなくて、韓国の語学堂っていうところに留学してるのね。で留学をしようと思ったら正規留学と語学留学っていうのがあって、私は語学留学をしてます。だから韓国語を学ぶために留学に行ってるんですけど、これはもう多分動画を見てくれてる方だったら分かると思うんですけど、もう一つ正規留学っていうのがあるねんけど、それは韓国語を学ぶんじゃなくて韓国の大学に通うのね。だから私は毎日韓国語の授業を受けてるけど、そういうんじゃなくて、日本にもさ大学あるじゃん、いろんな大学。そういう感じで普通に韓国の大学に入るって感じだから、語学を学ぶんじゃなくて韓国語でいろんな経営とかそういう授業を受けて、そういう留学を正規留学って言います。めっちゃ基本の情報なんですけど、そういう留学はね2つあります。で、私は語学留学をしてるので、今日も韓国語の宿題をしたいと思います。今のクラスは毎日単語を覚えたりそういうのは全くないんですけど、これから留学をする方とかのためにも情報をお伝えすると、学校によって様々やと思うんですけど、私の学校の場合、私1級2級3級4級って授業を学んだんですけど、1級の時はもう毎日単語テストあって、毎日何個覚えてたんかな、30個から50個ぐらい単語を覚えるのが毎日あって、1級の時とかは最初の3ヶ月とかもうそれがほんまにしんどかったんですけど、そこでちゃんと一番初めにちゃんとガッて一気にちゃんと覚えたから、今となっては良かったなって感じなんですけど、最初の3ヶ月とかはそういう単語を覚える宿題と、あとは問題を解いていく宿題もあって、1級とかの時は宿題にもね結構時間取られてたんですけど、放課後今はそういう毎日単語テストあるとかじゃなくて、たまにこう点数がある作文の宿題とか、あとは話すのも大事やから、こう発音とかちゃんとできれるかみたいな感じで、こう携帯でこう録音して先生に送るっていう宿題もあったりします。そんな感じかな。
한글 나르기 기념하며 서울시에서 급내 가져가고 있는 외국인 유학생들 대상으로 한국어 말하기 대회를 개조합니다. 그러면 더 자세한 내용을 서울시 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다.